僕は、じゃがいもは野菜だと思わないから、わかんない。どうも、エクボッチです。今日はですね、休日に家でゴロゴロするのではなく、頑張って外出しようと思いまして、串カツを食べに串屋物語に向かっているところです。はい、串屋物語に到着しました。この日はですね、休みだったんですけど、時間帯が混んでいない夕方頃に伺ったので、空いていました。バイキング形式なので混んでいて学生が多かったらどうしようかと内心ビクビクしていました。その前にですね、まずは恒例行事のメロンソーダ注ぎをしっかりと行いまして、串カツといえばメロンソーダなんでね。じゃあ早速ですね、好きな串を選んでいきたいと思います。はい、こんなにたくさん具材がある中から串たちを選別していこうと思います。自分が想像してたよりも種類がたくさんあって心躍りました。私は野菜があんま得意ではないので、極力茶色いものを優先的に選んでいます。美味しそうな具材たちがみんな、私を見つけたこと決してハンビラピアハンや後悔させないわって顔をしてますね。揚げなくても生のままひょいって食べれそうなものが多くて嬉しんのすけでした。おーい、おら、野原エクボスケだぞ。綺麗なお姉さんより揚げ物が好きだぞ。はい。で、これがパン粉と練り粉ですね。給食当番だ。はい。最後、タレなんですけど、これ見てください。こんなに種類があってびっくりしました。順番に、梅ソース、ポン酢、辛口ソース、大根おろし、甘口ソース、チーズソース、フランケンの涙ソース。はい、言えた。はい。最終的に私が選んだ初期メンバーはこんな感じです。これから揚げられるのにみんなのんきな顔をしていますね。テケテケテケですか？こっち見て。チョキー。こっからは揚げるのに集中しないといけないので、真剣に髪の毛をくくってから、はい、合掌。串カツって自分の好きなタイミングでいつでも自由に揚げられるのが最高なんですよね。最初は大好きなエビから揚げていきます。めんどくさがりな私でもこの工程は楽しくて落ち着きます。なんかこの服改めて見ると服についてる小さいパーツが星みたいで宇宙に見えてきました。小さな宇宙を身にまとって串屋物語に来店してしまいました。見ざる聞かざる恥ずかしがる。私は猫舌なんで最初の一口は勇気いるんですけど、マジでどれも美味しかったです。特にうまかったベスト3を先に発表しちゃうんですけど、1位はもちもちチーズドーナツで、2位はたこ焼き、3位はスイートポテトボールでした。やっぱりチーズ系は揚げ物の中で強かったです。チーズソースっていう少し甘めで濃厚なソースもあったので、それにつけて食べるとより美味でした。2位のたこ焼きなんですけど、私はそもそも市販の冷凍たこ焼きが好きで、よく夜食とかに食べてるんですけど、たまにレンジじゃなくて油で揚げて食べてるんですね。けどそれよりも本当にカリカリトロトロで最高でした。3位のスイートポテトボールは大きさが小さくてコロコロしてるんやけど、優しい甘さやったんでパクパク箸休め感覚で食べてました。結局芋は揚げて食うのが最強説が立証された結果となりました。お疲れ様でした。目の前の油を眺めてるとどうしても思い出してしまうことがあって、ワンピースでコウツキおでんっていう超強いキャラクターが700度ぐらいの油で釜茹での刑にされちゃう名シーンがあるねんな。しかも30秒とかじゃなくて、それ1時間ぐらい耐えないといけなくて、これ読んでない人からしたらめっちゃネタバレでごめんなさいなんですけど、おでんが自分の仲間家臣を10人ぐらい板の上に乗せて、それを抱えて一人で釜茹でに耐えるんですね。それがかっこよすぎて印象に残ってるんですけど、そのおでんが油で揚げられてる時に仲間の家臣たちが、おでんさんやめてくださいみたいな、みんなこれじゃ立場が逆でやんすみたいに必死に言うんですけど、もし私がおでんだったら灼熱地獄でそれどころじゃなくて、もうイライラしすぎて黙ってろよって言っちゃうと思うねん。
こっちは今死にかけてるわけで、少しでも軽くして負担を軽減してほしいからわめかんといてくれって睨んじゃうと思います。私は読んでる時におでんに感情移入しちゃって、みんな一旦シャラーップって思ってました。揚げてなんぼのおでんに候。ベンベン。あ、フランケンの涙ソース、この青いやつ食べたんやけど、正直なんとも言えないお味でした。揚げ物は何もつけなくてもうますぎる。なんか後半は衣つけない方が美味しいのではっていう食材もあったりして、普通に素揚げしたりしてました。とにかく油に浸せば何でもうまさ倍増しますよね。うまさイコール揚げ物。揚げ物イコールゼロカロリー。はい。で、いよいよこっから本題に入るんですけど、少し前、いや結構前に YouTube ショートで無加工がブスで炎上した TikToker5000 みたいな切り抜きが850万回ぐらい再生されててバズってたんですね。炎上、無加工は叩かれる。もうYouTube 始めた時点で無加工がなんちゃらって言われるとは思ってたんですけど、それにしても800万再生ってえぐくないですか？もう加工を許さないぞっていう精神がみんな強すぎるし、なんか実は犯罪者な YouTuber まとめとかよりも余裕で再生されてて衝撃でした。一致団結しすぎじゃない？ボケボケボケですか？へえ、すごいですね。チャキーン。私が言いたかったのは、コメント欄をですね、ちらーっと薄めで覗いてみたんですね。めっちゃ怖かったんですけど、そしたら、他の方々は、ブスじゃないみたいなかばうコメントが多かったんですけど、私だけ少なめで、はい。しかも、私だけ使われた動画が、ほんまにガチで寝起きのパジャマ姿で髪ボッサボサやし、しかも土入りのメガネまでしてて、もう無加工とかいう話じゃなかったん。あれは別人やってん。そこだけ切り抜いたのを800万人の人に見られて、マジショゲピーやってん。なんで、もしその動画が回ってきたら、皆さん一人1コメント、エクボッチは可愛いと清き一票をお願いします。いや、嘘です。そんなしょうもないコメント残すんじゃなくて、この動画のコメント欄に私のいいところを書いてください。そんな動画再生すると制作者の思うツボなんでお願いします。あ、なんやかんや言うてる間にホワイトチョコの滝でチョコフォンデュしてました。じゃーん、ソフトクリームまでありました。デザートをいろいろ選んできたんやけど、さっきまで熱々のもん食べてたんで、冷たいソフトクリームは染み渡りますね。個人的にホワイトチョコの滝は想像してるより200倍ぐらい甘かったので、くぐらせるってよりかは触れるぐらいがちょうどいいと思いました。星一つです。一つ星参上。その中でも安納芋のロールケーキとマロンケーキが美味しかったです。でも種類も多くて串カツ食べた後やったけど、どれもスルって食べれちゃいました。はい。揚げては食べ、食べては揚げの繰り返しが楽しすぎて、永久期間のように口に放り込んでたら胃袋が爆発寸前になっていました。はい、ごちそうさんでした。私が食べた串数えたら合計28本でした。次は30本目指します。また今度は家族で行きたいと思います。ではでは。